順調に加工しております。はい、本日の動画なんですが AXPF が発売されましたということで、先行レビューのご依頼いただきまして AXPF の先行レビューやっていきたいと思います。そして AXPF どんな特徴がありますかと言いますと、加工スピード速くなりました。耐久性も上がりました。良くなりすぎやんみたいなね、はい、そういう工具が発売されましたということで、耐久性の検証とスピードの検証をやっていきたいなと思います。耐久性の検証は SAS304 の M3 で、皆様ね加工している方にしてみればですね、よく折れるやつみたいなね、 SAS で M3 よく折れるやつやんみたいな、大体あるでしょ皆さん。 SAS304 やってて M3 折った思い出あるでしょう。はい、それで耐久テストをやりたいと思います。そして、鉄で、カタログスペックのマックス値までテストしていきたいと思います。まずねやっていきたいところとしてスピードチェックをやっていきたいと思います。スピードチェックなんでやりたいかと言いますとですね、こちら OSG さんのカタログ見ていきますと、以前レビューいたしましたオイル SXPF の、鉄に対する加工条件なんですが、切削速度15から40までが推奨範囲になっておりますと、オイル SXPF、 そうセンタースルーで先端にクーラントを直接かけれるタイプで、潤滑に結構有利なタップが15から40となっているんですが、今回の AXPF オイルスルーではございません。オイルスルーではない AXPF の鉄の切削条件が10から50になっておりますと、はい、範囲が随分広くなっていると。多分これはねオイルスルーを使わないがゆえに、条件によっては加工するシチュエーションによっては10とかっていうのも使ってほしいっていう表れだと勝手に解釈しているんですが、そういった条件を踏まえなければ、厳しい条件を踏まえなければ50いけるよというふうに解釈しましたということで、こちらの SS400 のフラットバーでございます。こちら SS400 のフラットバーに高速タッピング加工 M6 でやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。半ば定番ツールとなっております ADO にて、下穴開けていきたいと思います。下穴径は 5.54 となっております。参ります。はい、切り子の伸びやすい SS400 にもですね、非常に安定した穴開けを、はい、聞こえますでしょうか。このパラパラパラというね、機械の壁に切り子がぶつかっていく音、これはブレークした切り子がぶつかっているということでですね、非常に調子よく加工しているというところでありますね。はい、もちろんノンステップでセンタリングなしでやらさせていただいております。はい、下穴は悩みらしい悩みがないと。はい、はい、ご覧のように下穴開け終わりました。そして口元の面取りもしております。はい、というわけで下穴と面取りが終わっております。はい、で私ね今までタップのテストをするときに事前に面取りとかしてないんですよね。口元にガイドがないということで厳しくなると思うんですけど、触れなく入っていかないといけないということで条件が厳しくなるんですよね、面取りがないと。だからわざとねあえて意地悪して面取りをしてなかったんですが、今回ガイドになりうる面取りをあらかじめしておきましたということで、1列目 V30 で、2列目 V40 で、5列目 V50 でテストしていきたいと思います。では行きましょう。さあ参ります。見やすいようにねコレットツールでいきたいと思います。私が SXPF で V30 は普段使っている速度帯となっておりますので、不安はないと。参りましょう。はい、こんな感じですよね。普段こんな感じです。 M6 は。はい、添削音というか切削音というか加工音はしないと。はい、さあ V40 になります。普段ね V40 は使いません。回転数でいうと
2122。普通っすね。普通。さあ、10血問題なく加工を終わりましたと。はい。次は V50、回転数が2653となっております。送りもね、同じですね。ピッチ1なんで。はい。さあ行きましょう。普通すぎた。普通すぎた。音は普通すぎましたね。素晴らしい。正直見た目による違いはないと。で他に違いが見当たらないというか、加工音出るかなと思ったんですが出ない。すごない。何の変化もなく V50 でできてしまったという凄みなんですが、どうしよう、もうちょっと早くしてみますか。60とかちょっと行ってみましょうか。はい、というわけでスターナーの方を追加しておきました。面取りもしております。で今からね V60 でいきたいと思います。カタログ条件外ではあるんですが、ちょっと確認していきたいなということで見ていきたいと思います。さあ行ってみましょう。はい、回転数は3183と、ピッチ1なんで F も3183となっております。はい、ブラザー工業のスピーディオタッピングサイクルの同期マックス回転数が確か6000回転だったんで、機械側としては十分な範囲の切削条件かなと思うんですが、さあタップ耐えれるのでしょうか。いきたいと思います。参ります。おっ、やっぱでも音は大丈夫ですね。すごいな。20ケツ、はい、10ケツ超えておりますので、さすが、はい、カタログスペックにマックス50とね記載するだけのことはあって60でもいけるということで、さすがでございます。いや素晴らしい。はい、こちら、はい、無事加工できたということで、これすごいんじゃないですかね。はい、AXPF と SXPF を並べてみました。向かって右側 SXPF、 向かって左側 AXPF となっております。パッと見のね印象としてはですね、コーティングの色が右側 SXPF ではちょっと紫がかったコーティングとなっておりますが、左側 AXPF の方ではどちらかというと黒っぽい色のコーティングとなっております。そして SXPF ではこのね転造を行うこちらのブレードの数が12345枚に対して、 AXPF では分かりづらいですが1234566枚バネとなっております。まずタップの母材そのもの、ハイス母材が、グレードの高いものになり、そしてコーティングも進化しましてですね、耐久性が上がっておりますと。そして、羽がね増えたことによって、各部の負荷の分担がされたのでしょうか。耐久性、そしてスピードも上がっているということになっております。そしてコーティングの開発に非常に苦労したと、私ジムトフの方でお話をね少し聞かせていただきましたが、調光に対するコーティングっていうのは調光母材そのものが耐熱温度が結構高いので、いろんなコーティングを施すことができるんですが、ハイスにコーティングとなるとハイスの耐熱温度に対応した処理温度に抑えないといけないということで、コーティングの開発非常に苦労したが、非常に自信を持って送り出せるコーティングになったということで、もろもろ進化した転造タップ AXPF となっております。はい、こちら SAS304 のホットフラットバーとなっております。はい、コールドフラットバーとホットフラットバーあると思いますが、ホットの方でございます。はい、コールドの方はねちょっと加工効果とかありますのでね、一般的な切削で使うホットの方と使わせていただきたいなと思います。はい、こちらの SAS のフラットバーに M3 をしこたま開けていっ
って実際何百穴であるいは何千穴で1本のタップがダメになるのかっていうのを実際に検証していきたいと思います。はい。タップホルダーはですね、こちら今回使用いたしますが、M3 だったらこっちでもいいんじゃないのかなとは思うんですが、こちらの方ががっちりつかめるということで、サスだしというわけで今回こちらのホルダーを選定しております。はい、加工していきたいと思います。OSG のね担当者さん曰く、AD を刺すおおよその目安で2000穴から3000穴刺すで持つよということなので、それを信じて2000穴一気にね開けていきたいなと思います。とりあえずねどんな動きをするのかということでセンタースルーだけでね穴を開けますが、後ほど外部給油もね追加していきたいと思います。はい。これはすごいね。これはすごいね。いやタップなんですよ。今回のメインテーマはタップなんですけど、 ADO さんも毎回すごいね。はい、 AD を刺すね。動画に映ってるかどうかわからないけど周辺にシリコが残ってるんですよね。これがね悪さする可能性があるということで外部給油を追加してやっていきたいと思います。はい、現在ね順調に加工しております。半分はやったかな。半分は、結構ねSAS304穴開けに関してはね結構トラウマ的なところはありましたね。穴開けタップそこら辺に関しては結構しんどいんですよ。SAS304 加工はね単発で加工することはできるんですが、継続性というか刃持ちというかはそれなりにやっぱ気苦労がある素材なんですが、非常にイージーな加工が可能だということで、私の中で SAS304 のランクが落ちたそんなねツールになります。終わった。終わりました。これはすごい。はい、この穴数はい、この1本のドリルで加工終わりましたと。いやこれは素晴らしいでしょう。はい、すごいな事前にいくつかテストをしたところ、私が所持しているこのブラザースピーディオ S1000、 そしてこのタッパー、そしてこのブラザースイスルブさんの B クール660のクーラントの組み合わせで、どれぐらいの条件がいいのかなっていうのはあらかじめねテストしております。はい、その結果収束は7メーターでいきたいと思います。油性のねクーラント使っているところはもうちょっと上げれるかもしれないしとかいろいろあると思いますが、7で生かさせていきたいと思います。2000ケツ用意しておりますのでね、どこまでいけるかやってみたいと思います。はい、動画の方にですね集音されているかどうかはちょっとわからないんですが、こう降りていく途中、抜いている途中っていうのは音は鳴ってませんが、差し込んでいって逆転する瞬間に若干キュッというね若干キュッという音がしておりますが、これぐらいです。それぐらいです、音が鳴っているのは。その他は非常に加工してるのかどうかわからんぐらいのクーラントの音しか聞こえない、機械の音しか聞こえない状況となっております。 OSG さんとちょっと打ち合わせをしましてですね、カタログ見てたら SAS420 とか、SCM とかが載っていましたので SAS304 どうなんですかと聞いたところですね、 SAS304 は結構強敵という認識のようですね。はい、あ、そうなんですかと。じゃあテストは SAS304 でいきましょうかということで現在 SAS304 の
加工をテストに、チョイスさせていただいております。はい。折れましたね。はい。ここら辺までは加工済み。ここは加工していない。ちょっとね、集計してみたいと思います。ちょっとしらけているところをタップ立てております。穴が黒く映っているところタップ立てておりません。でここの列をどうやら加工していたここで折れたというところで、ネジゲージでね、折れた直前の穴をちょっと測ってみたいと思います。折れた直前の穴、通ります。止まり、大丈夫ですね。通りません。止まります。18列ありましての、ここ青く印つけているところで10列になります。1270ケ加工しまして、1271ケ目でこちら折れましたとなっております。M3 ってなんかはすごい折れるイメージありますよね。はい。それをサスで加工深さ 3D 止まり穴となっておりますので、まあ切削タップだったらばこれだけの穴数を加工するのはなかなか厳しかったであろうと、さすが新型の AXPF であろうというところなんですが、まあ、もう一つ可能性があると。そう、転造タップは下穴がとっても大事ということで、 AD を指す 5D2.78 で開けておりました。程よいところの下穴系となっておるんですが、転造切削に限らずですね、タップをSAS304に立てるっていうのは結構難儀な加工だと思うんですが、まあ、無難な系ではなく、今回ですね、こちら AD を指す 3D2.8 で開けて転造タップ、加工していきたいなと思います。M3 の下穴系の上限の下穴系となっておりますので、下穴系を若干緩くすることによってどれだけ持つのか加工してみたいと思います。はい。はい、というわけで M3 の下穴 2.8 ドリルで開けました。はい、やっていきたいと思います。まあ、一応念のために初期のうちにネジゲージ通しておきたいなと思います。はい、通りはもちろん OK で、はい、止まりも入りません。 OK です。はい、というわけでですね、見た感じですね、2.78 の下穴ドリルでやった数はもうすでに超えて、もうすぐ2000穴加工が終わりそうだなというところになっております。はい、順調に加工しております。はい、こんな感じでですね、順調に加工しております。モニターでね、モニタリングしておりますね。はい、はい、まあこの調子なら2000穴加工できるでしょう。あとちょっと。しゃい。SAS304 2000穴いきまして、まだ折れていないということで追加していきたいと思います。時間がね結構遅いですけどね。500穴追加しましょうか。500穴いっぺんやっていけるようならもうちょい追加していくみたいな。いきましょう。あ、ついでに ADO2.8 3D このままお付き合いいただきましょうか。500穴なんでね。いきましょう。
さあ行きましょう。はい、データね入れ替わりましたね。はい、終わりました。500穴。はい、2500穴目追加いたしました。はい。切り子もね、非常に細かくブレイクしているようでいい感じですね。さあ、では穴の中の切り子掃除してね、タップを追加していきたいと思います。じゃあ2500いきましょうか。OK。あ、しまった。ラーメンすするのあれか。海外の人はすするんダメですよね。そうかそうか。ちょっとパスタ風に食べるか。こういう感じでね。あ、いいじゃない。グローバルスタンダードでね、いきたいなと思います。はい。非常に安心して見ていられるなという感じですね。2000、今何ケツだろうかわからんが、調子がよろしい。意外や意外。意外や意外。500追加もいけましたね。うん。ドリルどうしようかなっていう。ドリルどうしようかな。全然いける。全然いける見た目しとんな。うん、そうですね。タップの検証がメインなんで、メインの検証がブレるということで、このドリルは一旦退場していただきまして、ちょっと新品のドリルに登場していただきたいなと思います。あとちょい。あとちょい。折れた？今折れた。あとちょっとやったけど、こんなタイミングかね。もう行くか思ったけど、行くか思いましたが、終わりましたね。行くかと思われましたが、ここであら、ここでですか。そうですか。ご覧の通り、折れる直前の穴の、通り OK です。止まり、はい、入りません。止まります。 OK です。5個、残り5個のところで折れてしまいましたが、まあここにね、おおよそ1000開けておりますので、約3000開けております。ちょっと正確にね、集計したいと思います。はい、集計いたしました。ここでタップを立てたのが985穴。はい。そしてすでに開けているこちらが2034なので、足しまして3019穴のタップ加工を1本で行いました。どうでございましょうか。いや、なかなかすごいんじゃないですかね。2.78 で1本のタップで開けれたのがここ、1270ケツとなっております。1270ケツ、こちらとこちら合わせて1本のタップで加工しておりますので、3019穴、サス304の M3 で3000穴、
すごない？しかも3D っすよ。で止まり切削タップやったらこの 3D の止まりのやつを3000穴やれる自信なかなかないと思うんですが、いけますよと AXPF の実力を少しね垣間見えたんじゃないでしょうか。ぜひ試してください。はい、ありがとうございます。はい、というわけで AXPF 先行レビューガチ検証ということでやってまいりました。いかがでしょうか。なんかちょっとね集合体恐怖症の方にはちょっと厳しい絵面になってしまうかもしれませんが、 M3 ゴリゴリ開けてですね、SAS304に開けてですね、検証、耐久性の検証をやりました。はい、というわけで、加工条件も上がりましたよと、母材が強くなりました、コーティングが強くなりました、波形状を見直しましたということで AXPF の、スピード検証をやってみました。V30、V40、V50、V60 と SS400 に行いました。はい、相当懐の深いタップに仕上がっていると思います。正味ね SXPF でも十分な成果出てますよという方多いんじゃないでしょうか。はい、多いと思います。私もそのうちの一人なんですが、 AXPF その SXPF よりもさらにこう条件の上げれるところを用意してきましたよというところで OSG さんプライドを持って取り組んだんじゃないでしょうか。なんせね A ブランドというブランドの型番は全部 A から始まってたんですよ。それが SXPFS だったんですね。なんか思うところあったんですかね。内部事情はちょっと分かりませんが、あったんではないかなと。ゆえに性能はめちゃくちゃ出てるけれども、とりあえず S としたのかな。いや分からないですが、今回の AXPF は A で始まっておりますということで、相当自信があるんじゃないでしょうかね。はい、実際に手に取って試してみてはいかがでしょうか。カタログ等々はね概要欄の方にね載せておりますので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。